の分担インプ。そうまんま色も。まず喋らせてください。 GC かっこいいな僕の知ってる GC のヘッドライトっていうのはピカーンっていうブレンボ効かない説を石崎は提唱しております。 GC 知ってる人からするとあれっていう引っ掛けがすごい変わりますよ。これはドアが壊れてるらしいですね。あー懐かしいいい車だ。爆走石崎チャンネル。はい、今回も愛車紹介やっていきたいところなんですが、なんとまたもや4駆の車になっちゃいました。開始から3連発で 4WD。 本当にもうね、全世界の二輪駆動ファンの皆様には申し訳ないなと思ってるんですけどもね、もうなんかね、ちょっとねこう撮らしてなんて調べようとするともうすぐ4駆の人出てきちゃうんですよね。もうこれは仕方がない類は友を呼ぶとはこのことでしょうね。はい、じゃあ、早速今日の愛車紹介行ってみたいと思います。説明しよう。爆走石崎チャンネルとは、車が大好きな石崎が勝手に車を紹介し勝手にインプレッションするという勝手な車系 YouTube チャンネルなのだ。はい、ということで今回はですねこの GC8、紹介していきたいと思います。簡単な自己紹介をお願いします。セイタと申します。はい、じゃあ99年式の GC8 になります。はい、で2ドアのタイプ R バージョン5になりますね。いわゆる初期の頃の分担インプ。そうまんま色も多分今の人伝わるのかな、分担インプってイニシャル D の分担の乗ってたインプレッサーってアニメ版だと青なんですけど、最初に原作で登場した時はこの色だったし、バージョン5だからもろ、ね、分担インプなんですよね。はい、GC8 の話になっちゃうと長いんですけどね99年だから F 型です。F 型の、タイプ R、はい、なんで GC8 を選んでしまったのかっていうのを聞きたいな物心ついた時からインプレッサー好きで、その中でも初代のこの小さいサイズっていうか、惚れてしまってずっと探してましたね。この車に惚れてしまったと、はい、やばいやつだ沼にはまっちゃう今の車と比べると圧倒的にちっちゃいもんね。ちょっとじゃあこの車の好きなところってありますか？好きなところやっぱり乗ってて楽しいところですかね。運転の楽しさ。はい、まっすぐエンジンでもドッカンターボでもいきなり来る感じとか、コーナリングしててもすごい楽しいですし、乗ってて飽きないですね。なるほど。嫌いなところは維持費ですかね、やっぱまあね、年相応の、じゃあ維持費以外は別に嫌いなところがない？特にそうですね、今のところないですよね。あら、これ重症だはい、ということなので今回はですねこのセイタさんの GC8 のタイプ R をご紹介していきたいと思います。じゃあ早速このイケメンな GC のどこをいじってるのかっていうのを教えてもらいたいんですけど、でもねまず喋らせてください。やっぱ GC かっこいいなこの顔はかっこいいと思うんだけどな、どうなんだろうな。どうぞ続けてください。リップですかね。まずリップからこれですね。シーウエストさんのリップになりますね。直塗装で黒く塗ってつけるだけつけちゃいました。純正バンパーに結構合うんで好きですね、このデザインは。ね、なんかヤフオクの謎のものかなと思ったらちゃんとしたブランドものだったっていう。パチモンじゃないですよこれは失礼しました。あとダクト、これもチャージスピードさんの GDB の涙目ルックのでかいダクトになります。実際これ空気は入るのか入らないのか問題っていうのが入ってるには入ってるんですけど、抵抗にはなってるかなっていうまあね、そうですよね。こんだけあるとね、実際涙目でもねあれしょうがなく開けてたからあれなんでしょうけれど、でもとりあえず一応ね空気の取り込む穴は大きくなってるから、大きければ。ただ抜けてる方は大丈夫なのかっていう問題もあるけれどあとはそんなところかな。そうです。でもヘッドライトですね。これがあれね、実は純正加工、純正の空割りして、中をインナーブラックにしてちょっとシャキッと。これ気づかないよな。
言われないとね、よくあるもう車外の左ハンドル用のやつかな。そうですね、逆後軸が逆になってしまうやつ、右を照らしちゃうやつ、それを嫌だったので純正で。あれはねつけてる人多いけど、純正から割って加工してる人っていうのはちょくちょくたまにいますね。たまにいる。これは普通に割って中を塗装してもう一回閉じる、はめるだけ、結構簡単にできると。まあちょっと手間はかかります。なるほど。でこれはポジションサイドマーカーみたいな感じ。そうですね、名前、コーナーレンズ、コーナーレンズか、海外製の ABM 製のレンズになります。スモーククリアみたいな感じで、ヘッドライトに合わせて同じような雰囲気で、しかも LED というかヘッドライトが LED ちょっとおすすめなんですよね。ネンクさんの F2LED のヘッドライトなりますね。 GC だと元と LED とか HID つけだとみんなカットラインが出ないんですけど、そうなんです。ここの製品は素晴らしくてびっちりカットラインが出る。それがすごい。なおかつ明るい。僕の知ってる GC のヘッドライトっていうのはピカーっていうこれもう多分お分かりになってもらえる人いると思うんですけどね、やっぱ GC はこっちを照らすっていう、もう何回パッシングされたからですね何に書いてもこっちを照らすと。だけれどちゃんと素晴らしくピシッ揃います。カットラインが入ると。はい、GC 乗りの方おすすめだそうですよ。ちなみにこのインプレッサの i マークとスバル純正のやつの違いってなんだか分かりますか？違い、いや僕も分からない何種類かありますもんね。何種類かね、まあちょっと調べておきましょうはい、じゃあタイヤホイール見ていきたいと思います。こちらレイズの C28、軽量ホイール C28 ですね。タイヤがハンコックのベンタス RS4 になります。一応もうこれはサーキット仕様のまんまみたいなまんま、普段もずっとこのまま感じで。はい、硬いっすよね。硬いです。温まりは遅いですかね、ちょっと。その分熱慣れ少なくて周回はできますね。冬なんか温まんないじゃないですか。冬は怖い思いはそうですよね、しますね、しばらくは。夏限定みたいな、夏向けですかね。そういうキャラクターかもしれないですね。これは持ちはいいんですか？持ちは全然ゴム硬いだけあって減らないです。で、C28が入ってあって、これが8班でしたっけ？8班です。はい、8班の44にスペーサーが10ミリ入ってます。実質34です。はい、でもギリ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 。キャンバーが、3度半ぐらいですか？3度です。3度ですかで、ブレーキローターがエンドレスかな。エンドレスで、パッドもエンドレスですね。パッドは何入ってるんですか？ CCRG。結構でも熱量高いところのパッドを履いてるわけじゃないですか。これ街乗りで乗り心地が悪くなっちゃう系の音が出たりだとか、ダストがすごいだとか、タッチが悪いとかっていうのはないですか？ダストは100キロ走ったらちょっともう黒いですね。冷感時の踏みの一発目は効きは良くないです。温まってくれば効きますね。音も若干鳴きは少しだけ弱い踏み方するとキーッとは鳴きます。もうじきブレンボ化しようかなと考えているところで。そうなんですか？ GDA のブレンボ化やめた方がいいですもう持っちゃってるブレンボ化するとマスターの大きさ変えてあげないとタッチがなくなるんですよ。ふわふわで、今これパッドを挟んでる感覚はペダルタッチってものがあるじゃないですか。でマスターのサイズ G で用に変えてあげれば問題ないんですけど、ただ単にポン付けすると容量が間に合ってなくて、あれどこでブレーキ効いてんのっていう。マスターももう、オーバーホール時期かなって思うんで。でも GD と GC だとサイズ違うんじゃないですか、そもそも。どうなんですかね。ポン付けすると間違いなくタッチはなくなるので、ぜひ、マスターの方も GD 用を使っていただければと考えてます。GD のキャリパーつけるのはもうファッションより熱容量ちょっと、ファッションもありますけど、ローター系でかくしたいなっていうのがあって。なるほどな。俺石崎さんの自身もつけてるじゃないですか。あれは失敗なんですよ。失敗だった多分 GC にブレンボいらないと思う。結局ブレーキが必要になってくるのってここの摩擦じゃないですか。なんで多分255レベルのタイヤの S タイヤ履いて連続周回するってなったらブレーキが多分ギブアップになっちゃうんですけど、連続周回しなければこのローターで十分です。で255の GS コンパウンドまでは多分これでいける。これはちょっとショックですか？いやいいことしかないっていうのはないと思ってたんで、何かしらデメリットは。あとは見た目がかっこよくなるっていうのが実際つけて、そうですね、どんなもんか一応体験でもメリットです。これ鉄ですからね、重いですね、丈夫なんですよね。という、ブレンボ企
かない説を石崎は提唱しております結構本当の話で十分このキャリパーで止まるんですよ。 GC って軽いし、ブレンボつけちゃうと結局バネ下も重くなっちゃうし、絶対的なフィーリングも悪くなっちゃうたりもする。マスター変えれば多分それなりのレスポンスだとは思うんですけどねっていうネガな部分もあるので、走りだけを考えてる人は意外とおすすめしないかもしれません。はい、結構攻めた面だと思いますが、リアはいくつなんですか？ 8.544 にスペーサー3ミリ入っております。実質だから41ですね。 GC ってね、GC と GD か、リアがストラットなんでね、なかなか面を出しにくいんですけれども、これは結構攻めたセッティングなんじゃないですか？内側もミリ単位ですかね。ギリギリ、はい、で外側も幅なくて、これ以上太くするとなるともうボディを太くするしかありませんね。で現状はこれでサーキット行くと当たっちゃうんだっけ？サーキットの路面であれば当たんないんですけど、その山とかで荷重かかりながらフルストロークしちゃうと、どうしてもバンパーの付け根が当たってしまいます。悩みどころですかね、ここは。どうにかして。僕は255入れてた時は車高をバリ高にしてました。そう、走りを考えちゃうとね、車高ももうちょい上げたいんですけどね。そうですね。まあ見た目とちょっと中途半端な仕様といいますかね、難しいところで、悩みどころではありますはい、リアビューですけれども、これはあれですね、 GC 知ってる人からするとあれっていう引っ掛けが、あります。気になりますが、教えていただいてもよろしいですか？羽がバージョン6の羽に買ってます、そうなんですよね。バージョン5とバージョン6でこう羽の形状違うんですけどね、ここがせり上がってるのがバージョン6の羽で、5はこれものぺーっと、そうですね、平らになってますね。一応効くそうですけれどね。はい、まあ交換する前にしばらくウィングレスだったんで、5と6の比較はちょっとしにくいですけど、ウィングレスの時よりはまあ効いてます。ウィングレスからつけると、これただの重りを乗せてるみたいな印象の方がね、強いかもしれないですけど、ダウンフォースってレベルまではいかないかもしれないけど、プラマイ0ぐらいまでそれしてればいいなーっていう。と思うなでいわゆるここによくあるタイプの WRX ステッカーは貼ってありません。買った時からステッカーは何もなかったですなかった組です、はいまあ今となってはなくてもよかったかな俺ね、あれ結構好きだったりするんだけど貴重なステッカーですね。今新品で買えるんですよね。で出れば御の字かなっていうで鮮やかな色のマフラーがついてますけれど、アミューズさんの R1 チタンマフラーですね。フルチタンです。センターからの一本物。一本物ですね。重量も 4.5 キロとか、もう片手で持ちちゃうぐらいの。もう太さはずっと70できて、出口が115。で出口は割と大きく見えるけど、一応70でストレートで、そこまでトルクの抜けとかも感じない。そうですね、バランスいいマフラーじゃないかなと思います。本体自体も軽いし、音量もアイドリングはめちゃくちゃきついです。で回せばそこそこかなっていう。なるほど。じゃあそこまでそうですね、ぶっ飛んだあれではないっていう、ちゃんと消音してるんで。エンジンルームを見せていただいておりますが、ツルッツルに剥げちゃってね、しょうがないですね。もう途中まで剥がれてたんで、もうエアで飛ばしちゃいましたので。なるほど。逆に剥がしに行っちゃったタイプの、じゃあちょっとエンジンルームもカスタムしてあるとこ教えてもらいたいです。タワーバーがシムスさんのタワーバーになります。あとゼロスポーツさんのホースと、あとサムコンのインダクションホース。これは変わるやつですよね。これはびっくりしました。これは変わる。おすすめです。インプレッサー多分全モデル結局共通してここは絞られてるのでね、すごい変わりますよこれは。どうしてもインマニの下っていうね、限られたスペースなんで、純正がもう本当こんなに絞られてる、これでよく吸ってるなっていう感じの本当にここは変わるところです。エアクリーナーがノーマルでも全然体感できますね。あとはサムコンのラジェットアッパードアホースと、あとイグニッションコイルが岡田プラズマダイレクトさん、プラズマダイレクト、いっぱい爆発するやつ、マルチスパーク。効果のほどはプラグを交換しないで、それだけ中古品だったんですけど、気持ち良くなったかなっていう。でそこまでゴリゴリ変わるっていうわけではないと。ダイレクトイグニッション車の方が体感はできるかもしれない。なるほどな。どうしてもプラグコードが通じちゃなので。排気が駅マニがシムスさんの駅マニと、フロントパイプもケタライザーがシムスさんのメタルケタライザーが、シムス立ち上げパイプもう全部一体です。あとでもバッテリーがちっちゃくなってるのかな。ちっちゃくしてますね。60B19、
スバルはね、今のは分からないけど、この時代のは純正が全て、寒冷地仕様、めちゃくちゃでかい。バッテリー上がっても上がりにくくなってるっていう大きなタイプなんで、それをこういうちっちゃなのに変えてあげるとすごくハンドリングが良くなると思います。なりましたか？もともとこのサイズでした。これはね、GC の純正サイズからスペシーの 40B19 とかに変えてあげるともう露骨に分かるんですが、GDB で同じことやっても GDB は分からなかった。これは多分もう設計の違いから来る何がしだとは思いますが、 GC の頃はやっぱりこのオーバーハングにあるだけあって、こいつをちっちゃくしたらもう露骨に分かったんですけどね、 GD の頃になると車の完成度が上がっちゃってしまって体感できなくなってしまったのかもしれませんという、いいことなんじゃないですかね。車がいいのはね、車がいいってことはでもチューニングの楽しみはねちょっとなくなっちゃうっていうで、あとはブローフバルブがコットスポーツさんのかの有名な変わってます。プロスポーツどうですか？変わりましたか？踏み返しの時に反応がブースト立ち上がりは早いですね。一回パンってやってから踏み返した時のピックアップがいい、いいです。であとナイル屋さんの裏蓋くんってやつで、純正だとダクトに対して単純にただの蓋なんですけども、これだと若干隙間を浮かして排熱させようっていうもので、なおかつ雨ざらしになっても大丈夫。なるほど。結構便利な。排熱はしてるんですか？実際体感はね難しいところだと思います。これはどうなんだろうな。上からこっちが引っ張って抜くっていう、ただ上が平らなんで不圧ができてないんで、上の蓋をちょっと変えてあげないと引っ張ってくんないかなっていう、走行中にはちょっとナサダクトみたいにちょっとオフセットさせれば上で不圧で引っ張ってくれるけど、現状だとちょっと怪しい。現状だとちょっと怪しいかな。停車時はメラメラ出てるんですけど、走行中はちょっと分かんない。水圧かかってたら 100% 抜けないもん。壁ね、空気の壁がありますからね。でこの頃のあれよね、 GC って本来はここのダクトがなんかラジエーターのところに当たってて、そこから無理やりファンかなんかで抜いてた、抜き用のね、完全にもうという、はい、これまあこれね、定番のみんなつけるやつ、効果のほどはちょっと体感はできない。そうなんだよな。これ使うっていうよりもこれを正しく使うのが一番効果あると思う。これウォータースプレーでしょ。でこれついちゃってるとここに当たっちゃうんですよね、水が。そうなの？最悪じゃん。ちょっとそこはだからスプレーはちょっと使わないです。これ当たっちゃうんだ。すぐ吹き出してすぐ壁に当たっちゃうんで、ちょっとそこだけどうにか。ちょっともったいない。じゃあまんべんなく当たらない。当たらないですね、途中までしか。それはもったいない。あんま気化しないんじゃないかなっていう。なるほどな。 GC はここだもんね。そうですね。クラブスプレー、このスプレー有効活用すると瞬間馬力10馬力は間違いなく上がります。はい、ということで毎度おなじみ勝手に座っております。すごくシンプルで僕は好きですよ。こういうのは何もない何もないブースト系があるだけ。あとはバケットが入っていて、ハンドルも手前にバケットシートに合わせてオフセットさせたものが入っています。であとは何にもありません。これでいいと思います。クラッチはノーマル、クスコのカッパーシングル、で純正プラスアルファみたいな。そうですね。フライホイールは軽量のメやつ。ーカー不明、ちょっと分かんないですけど軽いやつが。 GC はねフラホが重いから軽くするとすこぶる良くなると思いますが、楽しいですね。後ろのこのプレートは何なのかがすごい気になる。デカルコさんのリアバルクヘッド強化パネルというもので、これがないともう何も塞がってないんですけど、トランクスルー、トランクスルーなんですけど、それをステンレス板で塞いで合成を上げましょうっていうもので効いきますね。効きますか。リアタワーバーもついてなかったんでなおさらなんですけど、やっぱ寄れなくなる分ハンドル切ってからのリアの反応はすごい速くなりましたね。アクセル入れたりとかしてリアに荷重かかってリアが仕事するときによくわかるような、ねじれるときに。いやすごくシンプルでいいですね。10年前を思い出します。なんとですね、この車ドアが壊れてるらしいですね。これロックかかってるんでこう開かないはずなんですけど、グッてやると開いちゃうっていうね。一応ロックがかかってますね。どうなんですか、ついにガラスのドア。何なんですかね、もう、愛嬌ですかね。愛嬌ですか。この車ね、いろいろガラスでパーツが構成されてるとは言ったもんですけども、ドアはそんなトラブル出ないはずなんですけどね。まあもう集中が効かないですね。もうおじいちゃん車ですね。もういたわりながら愛のうちということでそのうち直してあげたいとぜひぜひ直してください。さあ、走行17万キロ。クラッチ軽い。こんな軽かったっけ GC って。
あーやっぱボディ軽いな、軽いな、スカスカだよし、じゃあまったり GC ドライブ行きましょう。 DCCD はフリーでいきたいと思います、いやーめちゃめちゃ車の転がり出しが軽いタイヤの接地感がないのはこれ多分しょうがないことだと思いますが、やっぱ最近ほら WRX とか、そっち系の車ばっか乗ってたもんで1500ぐらいあるんじゃないかな、いろいろ込みだと。これ1260ねえ軽いな、でもトルクはないのでエンジンは全然重たい重たいというか、やっぱり踏んでも老けてこないっていうのかな。旧世代ですね、やっぱ。そうね、でもやっぱこの軽さでほんと長結にできる感じはあるかな多分今タイヤが硬いじゃないですか、だから余計軽く感じるんですよ抵抗がそうそう何にもない踏んでもやっぱり今時の EJ はね下からグイグイ老けてくるけど4000からですね、これはね、この車は本当に火球が始まるまでほとんどつけないっていう2サイクルみたいなエンジンだなと思い返してくる途中ですけれども車体が軽いからすごいヒラヒラしてくるっていうかね、路面の状況を無駄に受け止めないっていうかがっちりはしてないですからね。そう押さえつけてっていうよりもこうヒラヒラヒラって、これはボディ剛性がないって言われちゃえばそれまでかもしれないですが、まあでも軽くていいな。安全運転用に今 DCCD をロック方向にしました。これね GC ってね、GC というか GDB の D 型まではそうだけど、フリーの状態のまんまだと、リアが滑るともう完全な FR 状態になっちゃうので、遊ぶ時はセンターデフをちゃんとロックしてあげてくださいと。軽い車がねどんだけ速いのかっていうね、楽しいいいね、2サイクルの加速だよねこれはもう回してなんぼですね、もうパワーはないわ全然パワーはない。距離いってますからね。17万キロの EJ でしょ、もうクタクタだよ。抜けてるっていうのもあると思うし、単純にこの時代の EJ でもコンディション別になんか悪い感じはしないけどね。だから、この時代の EJ ってこんな感じだったよねっていうやつこれリアがコトコト言ってるのはピロアッパーが劣化してる寿命ですね、はい、このギア比は懐かしいよ3と4がほぼ一緒っていうね5がちょっと離れてます。そうこの車体のコンパクトさっていうのはすごく感じるかな。体格のピラーまでの距離感がやっぱり近いっていうか、視界がねコンパクトですね。そうエボ5になっても大きいなって思うし、 GDB になっても大きいなって思うし、5ナンバーサイズは結構優秀。そうね。でもそうか、下の回転だとこのボクサーサウンドっぽいのはドロドロはするんですね。で回していくと頭頂サウンドに変わっていくと、軽いな。イメージでいうと昔のミニに乗ってるみたいな感じに近い。全てが軽い。今時の車このね価格ないですからね。ないビッツだってこれより大きいんじゃないのっていうぐらいだし、この車速領域では箱の剛性を感じる。遠くの方でぼやけて動いてるんではなくて、そこに足があってそこで動いてるよっていうのはよく伝わってくるのは、多分やっぱりクーペボディの恩恵もあると思うし、このリアのリアバルクヘッドパネルの恩恵ももしかしたらあるのかなって思いながら、フロントのメンバーのとこに筋金くんメンバーがついてるのと、あとセンターにジューラックさんのフロアサポートバー、その3箇所。それだけ入ってりゃ変わるわな。切った時のさリアの突きっていうのかな、これがやっぱハイスピードになってきたらまたどう変わるか分かんないけど、この車速域では十分剛性を感じてます。これは楽しいぞ。さっきから多分軽いしか言ってないけどやっぱりフライホイールが軽くなってんのはシフト遊びがしやすくてとてもいいかなと思います。バンバン入れますからね。どうしても純正だと重いからいちいちねブリッピングする時もヒル&トゥー、一緒だけどもボーンっていうまったりした風景に対して待たなきゃいけないっていうのは割とフラストレーションがたまるとこかなとは思うので、これはもう降りられないんじゃないですか。箱が死なない限りはね降りられないでしょう。GC ってやっぱいい車なんだな。
クラッチのミートがなんかあれなんだね、9ミリなんだね。デフがあと前後入ってる。ミートだね、ミートのポイントが結構使ってるもん、クラッチ。もう10万キロああ、じゃあそれだ、寿命だ。前後でよく入ってる。入ってますそう、あんま聞いてないですけどね。35ぐらい感覚。いやー、なんだろうな、感覚前後ワンウェイですね。前後ワンウェイ、はい、またピーキーなセッティングだね。まあ、よくあるのはね、フロントワンウェイ、リア 1.5 とか 2ウェイっていうのが、まあ、ベタなセッティングだけど、リアもワンウェイがアクセル離せない車ブレーキング時は結構後ろが不安定ですね。そうだよね、危ないよジムカーのスペシャルみたいな感じになってるけど雨の人がスピンしまくりとしますね。 LSD は本当大切だからね。なんだかんだエンジンもアクセルに対して突きがすごくいいなっていう、やっぱフラも変わってるからなんだろうけどね。で足はちょっとくたびれてる感がピロもガタガタいってるし、まあ、セッティングもちょっと街乗りには硬いかなっていう。バネレートはそんなね高くないですよね。何キロぐらい76、オーリンズの吊るしで76。街乗りだと硬いですけど、攻め込んでいくとちょっと柔らかいかなってそうね、せめて10キロは欲しいかな、フロントは。今みたいなこういやらしい路面の時はやっぱりちょっといろんなところがブッシュとかが劣化してきてるのかなっていう感じはしてしまうけれど、ブッシュのコンディションはいかがですか？一回も足回りは一回も変えてないですね。だから悪い意味でマイルド、ゴツゴツしてるわけでもないし、しっかり抑え込んでるわけでもない、それなりにマイルドなやれ具合かなっていう。やばい、でも GC 好きなんだろうな俺。これずっと乗ってられるな。でもミッションのコンディションもいいし、そのパワートレーン自体のコンディションはめちゃくちゃいいんじゃないのかなと。まめにオイル交換してる、それに応えてくれればいいかなっていう。昔ミッションね、こんなやつだよね、でリンケージ直して入るようになったんですけど、サーキットでミッションブローさせて、そこからミッションオーバーホールしました。あ、じゃあ1回やっちゃってるんだ。1回直してます。で、同じクロスの方を入れて、はい、あ、じゃあ割とミッションは今コンディションまあいいですね。なるほどね。あー、懐かしいいい車だ。今中古車も上がってきてますからね。もう乗れないんだろうな。今手放したらもう買えないんじゃないかな。これも車体自体は60万だったんで、11万キロでギリギリの時代だ。もうその後からどんどん上がってきましたね。今同じ11万キロで2ドアでなると、100万以上軽くしちゃいますね。なんだかんだ GC って箱丈夫だと思うんだよな。ちょっと雨漏りはしてきますけど。そう、なんか合成的なところでいくとさ、ランサより箱はいいんじゃないかなと思って。結局またランサだよ。エボ5とか10とか乗ると横乗りだけでもすごいがっちりしてるなっていう。エボ 5？5 とか5はね、てか CP 系は僕は結構箱が柔らかいというか、車体をねじらせて曲がる車、ランサーはそういう印象がすごい強い。これマニはもともと純正でした。純正から、はい、シムスの、登場マニに変わってますが、はい、そこら辺の変化の具合はいかがでしたでしょうか？下のトルクが上がって、なおかつ上も綺麗に浮き上がる感じで、全体的に良くなったっていうか、もう楽しくなったんですね。もうちょっとどこどこね、時々寂しくなりますけど全体的なトルクアップ、フィーリングもね、性格もちょっと変わったような気がします。あとね、こう排気系も結構変わるっちゃ変わる。そうですね。センターパイプとか、重さも違うんで、純正からそっかそっか。排気全体だけだいぶ軽くなってると思います。車外になってるんで、やっぱこの車って200キロ以下で速い車だと思うわけですけれども、ね、これをやっぱりそのゴリゴリに硬くしてって200キロでも安定しますって言われても、ちょっとなんか違うのかなって、これ乗ると思っちゃう。これでいいんだなって。どうしてもやっぱね、高速域になるとふらつきとか安定感もなくなってくるんで、やっぱり100キロちょっとまでの車かなと思う。でもこの100キロ、ちょい200キロ以下の車速が一番楽しい車だと思うし、そこが一番速い車だしね。やっぱ GC はしっかり足のストロークを取ってあげたセッティングでこう振り回しながら乗ってあげるのが一番楽しいのかなって思います。いやー、これも右足が我慢できないよねGC 楽しく乗らせてもらいました。踏みたくなる車ですね。そうですね、いいな、GC 欲しい
じゃあ今日は貴重なお時間ありがとうございました。やっぱ GC はいい車ですね。もう誰が何と言おうと私は GC ビーキで行こうと思います。はい、ということで今回は GC8 の F 型タイプ R 紹介させてもらって試乗までさせてもらったんですけれども、今後この車とはどういった形でお付き合いをしていくのか教えてください。はい、距離も17万キロなのでリフレッシュをメインにやってって最終的にはワイドボディを組みたいなといつになるか分かりませんけどそこが最終終着点かなと思っております。まあ GC でワイドボディ組む人に聞きたいんだけど、フロントバンパーはどれでいく？WR も2000年かなっていう好み的には。WR カーのバンパーでいく。あ、なるほどな。まあでも確かにな WR バンパーの方が似合う気がするはいでまあワイドフェンダーやって、じゃあもうエンジンとかもそうですね、リフレッシュ現行のエンジンとかにね VAB のブロック使って、ブロック使ってリフレッシュしたいなと思ったんですけど、 GRB と確か変わってないはずだから、まああそこら辺のブロックを使ってってこともミッションが壊れちゃう。まあ次壊れたら6速になっちゃうかなっていうTY75 はオイルクーラーなしで350ぐらいまでは大丈夫だったはずなので、あとはもう使い方です。使い方とオイル管理です。でブレンボ化もまあ買っちゃったとやるしかないですねおすすめしないけどやってみてダメだったらダメだったで、多分戻ってくると思いますこのタッチはいただけねえぞでスバルキャリパーに戻ってくると思いますので、ぜひお待ちしております、まあカスタムっていうところで見たらね、人好きなんでね、ぜひぜひいろいろいじってもらいたいと思います。はい、ということで今回はセタさんの GC8 を紹介させてもらいました。駐車場の住所だけ教えてもらえたらこっそり取りに行って立中なんで多分取れないですかね。取れないのくれぐれも盗難には気をつけてください。はい、ということで、今回 GC8 紹介させてもらいました。なんだろうな、いいことしか言える気がしないから言わないコンパクトでいい車ですね。やっぱ車体がちっちゃいっていうのは乗っててすごく楽しいですね。どこに何があるかっていう手足のように操れるっていうのは、まあこういう車のことを言うんだろうなって思います。でこの車でもでかくなったとか言われてたぐらいなのにね、今の車はどこまででかくなるのでしょうか。はい、以上です。 GC8 最高。次は4駆じゃない車かなということで、次回もお楽しみに。バイバイ。次回爆走石崎チャンネル。見えなかったです。小さいからね。小さいから。これ日産トレノっていうやつです。ギア触っても大丈夫ですか？ダメです。ダメですか？